はい、こんにちは。中国の新興ホイールブランドネペストが新型カーボンホイールを発売します。ネペストは2024年にマウイ、2025年にノバとカーボンスポーク採用のホイールを発売してきました。そんなネペストが2026年4月に発売する新型ホイールがリライというホイールです。リライもカーボンスポーク採用のホイールなんですけど、そのコンセプトはマウイとかノバとは少し違います。じゃあこのリライ一体どんなホイールなのか、発売前に提供いただいたので、このホイールの設計コンセプトや構造、乗り味についてレビューしていこうと思います。ではまずネペストはどんなブランドなのか、そしてリライはどんなホイールなのかということについて紹介していこうと思います。ネペストが拠点を置くのは中国福建省のアモイという町です。アモイはだいたい台湾と同じぐらいの緯度で、2月でも昼間には20度ぐらいになる温暖な気候です。なので中国国内では観光地として人気です。海沿いにビーチとかがあって、日本でいう湘南みたいなイメージですかね。そんなアモイなんですが、実はもう一つの顔があります。それは世界中の自転車用カーボン製品のほとんどが生産されるカーボンファイバーの街ということです。自転車のカーボンフレームやホイールの生産が一つの産業として根付いていて、いろんなブランドがあります。なのでネペストもそういったブランドの一つということになります。で、ネペストは中華ホイールブランドの中ではやや高めの価格帯なんですが、それは安売りするんじゃなくって品質と性能を追求するという姿勢が現れた結果です。ちょうど1年ほど前、私アモイに行きまして、ネペストのホイールが生産されている工場を見学させてもらいました。その時に製造工程の大半を見せていただいたんですけど、率直に言って品質管理の厳しさには驚きました。各工程でホイールの重量を測ったり、見た目とか強度に問題がないかというチェックが入って、基準に満たないものは廃棄されるっていう厳しい品質管理が行われていました。さて、じゃあそろそろこのリライというホイールを開封していきましょうか。段ボール開封すると、いつものホイールバッグに入ってホイールが梱包されてます。このネペストのホイールが入っているホイールバッグ、かなり本格的なしっかりした作りのものです。この表面の生地はね、リップストップナイロンでできてて、引っ張りとか摩擦に対してもかなり強いです。普段からホイールの保管や持ち運びに使える耐久性を持ってます。ホイールのジッパーを開けると、こんな感じにホイールが入ってます。で、あとホイールバッグの中にはこんな感じのアクセサリーが収まった箱が入ってます。で、この箱の中身はこんな感じですね。今回このホイールのネペストロゴを好みに応じて白いロゴにできるようにこんな感じのステッカーが付属します。10枚入ってますね。ホイール1個につき4箇所なんで8枚で足りるはずなんですけど、予備も含めて10枚入ってるんですかね。こんな感じのカッティングシートになってます。で、その他はこんな感じ。これがチューブレスバルブで、予備のスポークが3本カーボンスポークです。そしてリムテープ、チューブレステープが付属します。なのでホイールセットの内容物についてはこんな感じですね。開封したところでこのリライがどういうコンセプトのホイールなんか説明していきます。現行ラインナップにあるマウイとノバは軽量光合成をテーマにしたホイールです。ヒルクライムとかロードレース、クリテリウムみたいな競技志向が強いホイールと言えます。で、一方このリライのコンセプトは少し違います。主に想定している用途は平地の巡行です。長時間長距離を効率的に走ることができるようなホイールを目指しています。またそれに加えて日常で気兼ねなく使えるような耐久性も重視されています。で、ラインナップはこんな感じです。リムハイトが 46mm と 54mm、そしてフロント 46mm、リア 54mm のリライ X を含めた3種類のバリエーションで展開されます。リムハイトは2種類ですが、それ以外の仕様は共通で、リムの内幅は 24mm、
そしてスポークはボノアのカーボンスポークを採用していて、スポーク本数もフロント18本、リア24本で共通となってます。重量については最軽量のリライ46で 1245g となかなか軽量です。ターゲットとしているユーザーとしては、ミドルグレードのロードバイクを買って完成車付属のアルミホイールから交換してグレードアップしたいっていうような人が中心になるかなと思います。はい、それではこのリライのリムとスポークとそしてハブを詳しく見ていこうと思います。ではまずリムから見ていきましょう。せっかく白いステッカーがついてきたんで、リムの片面にだけ貼ってみました。こちらのレーザーマーキングも渋くてかっこいいんですけど、こっちの白文字になる方がよりレース機材っぽい雰囲気が出ますね。さてリムの表面についてはネペスト独特の塗装なしの仕上げとなっています。通常のカーボンホイールってこのリムを金型から出した後、研磨して表面を平滑にして最後塗装して仕上げられることが多いです。でそれに対してネペストのリムは同社がカーボントゥルーと呼ぶ研磨なし塗装もなしの仕上げとなっています。メリットとしては研磨しないことでこの表面のカーボンファイバーの炭素繊維が傷つかないんで最大限に強度と耐久性を発揮できること、そして塗装しないんで塗料の分ホイールの重量を軽くできることが挙げられます。研磨も塗装もしていないっていうと、それって手のいいコストダウンじゃないかって思いがちなんですけど、実際のところそういう単純な話でもないです。こういうカーボン製品、カーボンのプリプレグっていうカーボンシートを手で型に貼り付けていって最終的に成形するんですけど、人の手でやるんでどうしてもこのシートがよれたりとか隙間が空いてしまったりすることがあるんですよね。研磨して塗装する場合だとそういう多少のミスはごまかすことができるんですけど、こういう表面が最終製品で見えてる仕上げになるとごまかしが効かないんですよね。でネペストの場合こういう品質には特に気を配ってて、製造工程の途中何回もこのリムの重量を測ったり、あるいはこの表面のカーボンファイバーのよれとか中に隙間が空いていないかっていうのをチェックして、少しでも基準に満たないものがあったらリムを廃棄しています。なのでこのカーボントゥルーっていうのは単純な軽量化とか高強度化っていうものだけじゃなくってネペストのこのホイールの品質への自信の表れっていう面もあります。でさて次に寸法についてなんですが、リムの形状的な特徴としてはかなり幅がワイドなことですね。リム幅は内幅が 24mm、 外幅が 33mm とされてます。実測すると内幅がほぼ 24mm で外幅については 32.3mm ぐらいとなってます。推奨タイヤ幅は 28C 以上となってますけど、リムの幅的にベストなタイヤは 30C あるいは 32C ぐらいかなと思います。さて次にスポークです。スポークは世界最高品質のカーボンスポークブランドボノアの製品を使用しています。使用されているスポークは ST520 っていう中央部分が幅 5.2mm に扁平加工されたものです。スポークの重量については1本あたりニップル込みで 3.3g なのでノバに使われている超軽量のスポークに比べると若干重たいです。とはいえステンレススポークはニップル込みで 5g 近くあるんで、それに比べるとかなり軽量です。でスポークの組み方については今回のリライで結構変わりました。マウイとかノバについてはフロントもリアも21本の 2-to-1 組だったんですが、リライについてはフロントは18本そしてリアは24本と前後で本数が異なります。組み方についてはフロントは 2-to-1 組ですね。ブレーキサイドが12本、右側こちらはラジアルで6本となってます。で一方でリアはスポークの本数が増やされました。スポークの本数は24本、こちらも 2-to-1 組でドライブサイドが16本、そしてブレーキローター側が8本となっています。で特筆すべき点はこのローター側がラジアル組じゃなくってタンジェント組になっているっていうことですね。
このローターサイドのスポークもクロスしているのがわかると思います。駆動力とかブレーキ力に対してこの24本全てのスポークで受け止めることができるんで、駆動効率を向上してブレーキング時もスポークへの負担を減らすことができます。そして最後にハブです。ハブのデザインは今までのマウイとかノバと比べると少し変わりましたね。今まで結構フランジが大きかったのがだいぶコンパクトになっているように思います。で、ハブの特徴としてはこのスポークが引っ掛け型じゃなくって中に通されているってことですね。カーボンスポーク採用するホイール、このスポークをハブにある溝に引っ掛けるタイプの保持方法をとっているものが多いんですけど、それって乗車中の事故とかでスポークが折れた時にここから外れてしまって一気にホイール全体が崩壊してしまう危険性があるんですよね。実際そういう事例がプロのレースでも起こって問題視されてます。で、一方でこのネペストみたいにハブにスポークを通す構造にすることで、仮にスポークが緩んでしまってもハブとスポークがバラバラにならないようになっていて、ホイール全体が破壊されてしまうようなリスクを下げることができます。もちろんリアについても同じようなスポークを通す構造になってます。リアハブはフロントに比べると肉厚で、しかも形状も複雑ですね。特にこのブレーキローター側もクロス組みになったせいで、こちら側のフランジも今までのものに比べると少し頑丈な作りになってます。このハブって実は結構軽量化できるポイントなんですけど、ネペストは割と初期の頃からこのハブの剛性とか強度っていうのをすごく大事にしている印象があります。で、フリーに関してはメインラチェットを採用しています。で、工具なしで簡単に分解することができて、清掃とかグリスアップを短時間で行うことができます。で、このラチェットについては標準で 36T ですが、オプションで 54T のより細かい刃数を選ぶこともできます。なおベアリングについてはセラミックベアリングが採用されています。じゃあ最後に重量を実測しましょう。フロントホイールの重量が 561g で、リアホイールの重量が 694g、 全後輪合計すると 1255g となってます。交渉重量が 1245g プラスマイナス 30g なんで交差内に収まってます。ただ実際はこのホイールリムテープを巻く必要があるんで、テープを巻いた状態だとプラス 20g ぐらいされるかなと思います。はい、ということでネペストのリライレビュー動画の前編ではホイールのコンセプトやリムハブスポークの設計について解説してきました。後編ではこのホイールに実際タイヤをつけて実装テストを行っていきます。その上でマウイとかノバと比べたこのホイールの特徴っていうのを見極めていきたいと思います。さて4月の25日から26日東京ビッグサイトでサイクルモード東京2026が開催されます。で、ネペストは昨年に引き続き今年もブースを出展します。で、当日は私も会場で製品の解説や市場対応なんかを行う予定です。それで今年のサイクルモードの注意点なんですが、例年と異なって試乗会場が全然別の場所にあります。試乗コースがあるのは海の森公園っていう東京ビッグサイトから数キロ離れたところで、シャトルバスで移動する必要があるみたいです。これに伴って入場券も東京ビッグサイトと試乗コースがある海の森公園で別となっているんでご注意ください。で、ネペストのブースは東京ビッグサイト側と海の森公園側両方にあります。なので新製品を見るだけって方も試乗したいって方も製品に触れることはできるんですけど、ちょっとスタッフの立場からすると拠点が2カ所になると大変そうだなと思ってます。あと海の森公園側は屋外の会場になるんで、天候がちょっと心配ではありますね。いずれにせよサイクルモードは土日ともずっと会場にいる予定なんで、ぜひブースに足を運んでいただければと思います。はい、それでは今回の動画以上となります。
レビュー動画後編では実装レビューとかネペストの他のホイールとの比較をしていきますんで、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。